こんにちは。こんにちは。ヤシの木リハビリ訪問看護ステーションの長谷川と山田です。本日もよろしくお願いいたします。はい、今日はまた3つのポイントシリーズでですね、歩行介助の3つのポイントっていうことで、歩行介助の主に注意点にはなってくると思うんですけれども、3つのポイントですね、お話しさせていただきたいなと思っておりますので、ぜひ最後までご視聴ください。僕たちヤシの木チャンネルではこういった介護技術を紹介しておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。機能訓練スクールというオンラインスクールもありますので、気になる方は概要欄チェックしてみてください。では実際にね、歩行介助やっていきます。はい、じゃあ歩行ですね。歩行の、気をつけるポイントといいますか、介助のポイント3つってことなんですけど、基本的には歩行となるとリスクを伴いますので、まず1つ目は必ず絶対に評価が大事ですね。山田君、利用者様が杖を使って歩けるのか、歩行器を使って歩けるのか、はたまた、歩くことができないので車椅子での移動が一番好ましいのか、そういった評価が、一番大事になってきます。これを見誤ってしまうと、もう転倒のリスク、転倒の事故になってきますので、必ずそこはしてほしいです。なかなかね、リハビリの僕たちは理学療法士なので、介護士さんとかご家族の方が評価するっていうのはなかなか難しいのかもしれないですけれども、もし理学療法士が近くにいるのであれば、評価していただいて、この方は一体どこまで歩けるのか、どういったレベルで歩けるのかっていうのは聞いていただきたいところかなと思います。で、それができない環境であれば、まず一つは歩いていただくってことは非常にめちゃくちゃ大事なことなんですけれども、体力面、足腰の筋力が衰えないように、そういった意味ではすごい大事なことなんですけど、絶対に無理だけはしないでください。はい、それで転倒してしまったら、本末転倒といいますか、余計にレベルが落ちてしまう、その方の、最悪寿命まで縮めてしまうことにもなりかねないので、本当に無理はしない、安全第一で考えてください。はい、で、評価なんですけど、まず杖をじゃあ選びましたってなった時に、これまた評価なんですけど、杖の高さですね。まず杖を選ぶっていう評価もそうですし、高さなどのセッティングもそうですね。なので杖歩行器に関しては高さ設定ほぼ一緒だと思います。よく言われるのがここですね、大天使、大腿骨の横の骨の出っ張りですね。ここをよくね、骨盤の上の骨の出っ張り、ここと間違ってる方非常に多いんで、ここじゃないです。この下ですね。ちょうどポケットのあたりですね。にある骨の出っ張り、大天使と言われてます。ここのところに杖の高さが来るようにする、そういった評価が大事になってきます。なのでだいぶまだ短いですね。はい、これぐらいですかね。はい、これでちょうどぐらいですね。で、これが難しいケースもあると思います。ちょっと円敗している、膝が曲がっているってなると、同じように大天使に合わせてしまうと結構高さがね出てしまったりするんですね。自然に立ってもらった状態でやってもらったらいいと思うんですけど、無理して背中伸ばさずに自然体で立ってもらった時の高さで持ってもらう。これが今大天使の位置です。大天使の位置で、こういった姿勢の方だったらやっぱちょっと肘曲がりすぎで高さが高いってことになりますので、もうちょっと低く設定したいんですけど、じゃあどこに今度合わせるねんって話ですけど、自然体に立ってもらった時の手首です。手首の位置、手首に骨出っ張ってますよね、両側に。この位置に合わせてください。はい、そうすると大体これぐらいですね。そしたら肘がちょっと曲がって支えやすい高さになってきます。なので、腰が曲がってる、膝が曲がっている、そういった評価が難しい時はもう大天使に合わせるのではなく、もう手首の高さに合わせるのが一番手っ取り早い方法かなと思います。これは杖もそうですし、歩行器も一緒だと思ってください。はい。で、もちろん杖、歩行器、4点勢いろんな、歩行の補助具ありますけど、そういった評価も大事ですし、ちょっと歩行とはずれますけど、車椅子ってなったら車椅子の選び方、車椅子の大きさ、そういったものも選ぶ、選定すごい大事になってきますので、そこも、気をつけてください。じゃあ評価が終わりましたと、じゃあ実際歩いていただくってなった時に、じゃあ今回杖歩行していただきますけれども、杖で歩いてもらうときに、杖で歩いてもらうときにどこにつくかですね。2つ目の大事なポイントはどこで介助に入るか。もちろん自立の方であればね、もう遠目から見守りでもいいのかもしれないですけど、やっぱり転倒リスクっていうのはすごく下げたいってなったら、どこにつくかです。一番大事なことはどっちの足が弱いかですね。麻痺があるのか骨折過去にしてないか、そういった過去のデータとか見ていただいて、その方の疾患をしっかり理解する。で
ね、例えば右麻痺であればやっぱり右に転倒しやすいですよね。そうなったらやっぱり右側についてあげたいですね。右側の僕だったらちょっと後ろについてあげたり、場合によってはですけど手引き歩行なんかも可能かなと思いますので、そういった場合は前につくんですけど、持ち方別の動画でも紹介してますけど肘を持つやり方とかをしてください。で基本的には悪い側のちょっと斜め後ろにつくのが理想かなと思います。骨折してる場合も一緒ですね。結構利用者さんって骨折、あちこち骨折してる方って大体同じ側で骨折してます。右足骨折してる人っていうのは手の骨折がある場合も大体右側骨折してることが多いので、やっぱりそっちに転倒しやすい傾向があるんですね。なので右側に、そういう方は右側についてあげる。はい。でじゃあ実際歩く時に杖出して、右足悪い方出していい方出してっていうこうやる方になってくると思うんですけど、これを一緒についていくって感じですね。はい。で今回、リハビリとはまたちょっと違うので過介助でもいいと思います。はい。まずは転倒しないようにリスクを下げるってことですね。でいざこけそうになったらもうすぐ支えてあげる。はい。そういった介助が大事です。で高齢者っていうのはやっぱり後方重心ですね。かかとに体重が乗ってて後ろにも転びやすいので後ろについてあげるってことが一つ大事かなと思います。であと外歩く時なんかお買い物に一緒に介助で、ついていく時なんかは段差とか車が走るとかそういったケースもあると思うんですけど、例えば車が走る道であれば車側にその時だけ入ってあげる。例えばこうやって右が悪いけど車を左側が通るんであればその時だけは左についてあげる。でも右に倒れやすいってことはもう絶対頭に入れとかないといけないので、右に倒れそうになったらいつでも支えれるような位置ですね。ちょっと後ろについてあげて、真後ろっていうよりかはちょっと左に出して車のねリスクを下げた上でこっちに倒れそうになってもいつでも支えてあげるような立ち位置であったり、段差になってくるとやっぱ後ろにこけるってのは一番危ないですし、段差登る時ですね、登る時ってなると後ろに倒れてくるのが危ないので後ろで支えてあげる。はい。で段差降りる時は今度膝折れのリスクがありますよね。膝折れのリスクがあるのでカクンってなった時に前ですね。僕はこの状態やったら段差1段下に折る状態になっているので落ちてきても支えれるようにしてあげるってことが一つ大事なことかなと思います。はい。でもう一個だけ大事なことは転倒するってことを頭に入れといてほしいので、ちょっとでも倒れたらもうすぐ助けてあげてください。はい。これが結構倒れてからだったらもう絶対間に合わないです。はい。どんだけ力あっても間に合わないし、仮に間に合ったとしても自分自身腰痛めてしまったりしますんで、ちょっとでも寄ろうとしたらもうすぐ支えてあげる。そしたらもう少ない力でもう最小限のリスクで、歩行介助できますので、そのようにしていただけたらいいかなと思います。はい。で最後3つ目のポイントなんですけど、これもね病気とかにも関わってくるんですけど、血圧であったりとか、その方の心疾患ですね、息が上がりやすいかとか心拍数が上がりやすいとか、歩いたら血圧が上がる、あとは寒い日に外出たら血圧が上がりやすいとか、そういったことも、日々会話の中でね聞いていくとか、血圧測れる環境であれば血圧を測りながら歩いたりとか、ちょっと休憩を挟みながらとか顔色とか息遣いとか見ながら、これも評価にはつながりますけど、本当にその方を見てあげてください。で、例えば最初の評価でじゃあ杖歩行できるねってなって15分ぐらい歩けるねってなったとしても、やっぱりその方っていうのは日々ね状態も変わってきますので、なんか今日おかしいなと思ったら次の時も行った時に無理に15分歩くんじゃなくてちょっと様子見ながら歩くとか、日々状態が変わっている。15分歩けたところが今はもう10分しか歩けないよね、5分しか歩けないよね、杖じゃなくて歩行器が必要だよねっていうのはその時その時の状況に合わせて、福祉用具、杖であったり歩行器の交換であったりとか、車椅子になるのかとか、歩く距離もちょっと短くしないといけないとか、そういったところもすごい大事になってくるところですので、そういった、病気のリスク面、体調のリスク面っていうのも頭に入れておくってことが3つ目のポイントになるのかなと思います。ということで、今日はね、歩行介助の3つのポイントっていうことで、リスクについて結構話したのかなと思いますけれども、無理だけしないようにしてください。では山田君、ワンポイントアドバイスをお願いします。はい、今日のワンポイントアドバイスなんですけども、ズバリ歩行中に、歩いてる時に喋ると思うんですけども、
喋らなくなった時がポイントですね。ああ、なるほど。喋らなくなるというのもかなり動きに集中してきているので、疲れてかなり転倒リスクというか、本人さんが疲れてるなっていうのがご自身で分からなくてもこちらでも分かりやすい一つの指標になるのかなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、確かにね、なんか状況変わってるなと思ったらずっと顔色見てあげたりとか、あえて喋りかけてあげる、大丈夫ですかっていうふうに声かけてあげるっていうのも大事なことだと思います。はい、ということでいつもコメント高評価ありがとうございます。これからも介護技術を発信していきますので、チャンネル登録応援のほどよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。